どうも皆さん、カイトです。モノボットというゲームを皆さんご存知でしょうか。こちらは PC ゲームである Steam で2021年6月18日にリリースされたパズルアクションアドベンチャーになります。こちらをクリアまでプレイしたんですが、めちゃくちゃおすすめのゲームになりますね。今回はモノボットの何がおすすめなのかをジャンル、ストーリー、魅力を踏まえて簡単に紹介したいと思います。では早速紹介していきましょう。まずジャンルなんですが、水没した世界をさまようパズルアクションアドベンチャーになります。パズルアクションアドベンチャーとは何ぞやという方に説明すると、キャラクターを操作しながら環境ギミックを巧みに使い物語を先に進めていくというものになりますね。このジャンルで有名なのはインサイドだったりリンボが近いゲームかなと感じます。ちなみに開発されているロバートさんは先ほどの2作品の大ファンとしても公言していますので、そりゃ似てますよね。さすがです。次にストーリーなんですけど、突然と目を覚ますとそこには凶悪な機械の手により荒れ果ててしまった水没した世界。孤独に一体で動き出すモノモットはこの世界での自分を見つけることができるのかなって感じになります。そして魅力についてなんですけど、1、キャラの可愛さと機械の怖さの絶妙なミックス。このゲームの最大の特徴としてはキャラがめちゃくちゃ可愛いですね。モノボットやばくないですか。キャラを操作しながらどんどん先に進んでいくんですけど、機械ステーションがかなりリアルなので当然のように低スタス帯の敵も抜群にメカメカしいです。こんなのに追い回されたらたまったもんじゃないですよね。2、程よいバランスのパズルアクション。大体のパズルアクションではジャンプなどはスムーズに飛べるんですけど、このゲームでは重力というものが存在します。室内では 100%、 外に出ると 30% なので、ステージごとでのアクション要素がガラッと変わり映えするのも楽しい。リンボインサイドに影響を受けていることで謎解きも頭を使うものがたくさんありますね。こういったジャンプ台を使っての飛び越え、ロボットの監視網にバレないように進む、マグネットハンドでの重力移動など多彩にプレイヤーを悩ませてきます。自分も頭を抱えた時にこれわかんねえって思わず言っちゃいましたね。よくできてる。なんか燃えたりもしましたね。3、水没した世界が非常に美しい。機械ステーションの作り込みも非常に綺麗で文句のつけようがないのですがよ、クルーザーを操作できてからの景色の楽しさが半端ないですね。こういった道からモノネイル、さらには森なども非常に綺麗。個人的にはこの機械だらけの場所を歩くときは一番興奮しましたね。怖い怖い。4、超巨大ロボットに悶絶。初めの敵ロボットが可愛く見えるほどに途中で出てくる超巨大ロボットがフォルムを含めて焦りと興奮で悶絶します。いや、これ逃げるしかないかだと。うまく頭を使いながら逃亡を図るんですが、何とも言えない緊張感が、パズルアクションしてるなってなります。こういうのが最高ですよね。5時間かからないぐらいでサクッとクリアできる。攻略サイトなんてネット上にはないので自力でクリアするしかないです。ですが全部のギミックをじっくり考えて行動すれば必ず解けないこともないので、だいたいクリア時間5時間ぐらいでしたね。かなりハイスペックです。こういった達成感をすぐに味わえるのも魅力の一つになりますね。以上になります。現在は Steam でしかリリースされていませんが、 PC を持っている方はぜひプレイしてほしい作品になりますね。この可愛いキャラと色々とダークな世界観、そしてパズルアクションの面白さに気づいてしまいますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、パズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。